私は先ほども言いましたが NSC8 期生でかなり芸歴が長いんですけれども、そのちょっと30から40ぐらいの10年間辞めてまして、それがなぜかと言いますとちょっと精神を患いまして、閉鎖病棟の方に入院させていただいてたことがあるんですね。はいはい、でそこはいわゆる閉鎖病棟と言っても俗に牢屋みたいなことなんか映画とかやったらそういう書き方されるじゃないですか。個室で壁がふわふわで拘束されてるみたいなイメージがある方もいるかもしれないんですけど、私が入ったところはライト層でちょっと重篤な方からちょっと具合が良くなった人が集まるような病棟、そして人数も少ない旧館だったんですね。古い館と書いて旧館で、女性ばかりで5人部屋が5つぐらいの小さな閉鎖病棟で、はい、重い扉が2つこうあってそこをズンって開けますと看護師さんがすぐに閉めます。で入りますとすぐに小さいみんなが食べるための食堂がある。でその奥左手側に喫煙室があって細い廊下を挟んで向かって公衆電話がある。と言いますのも携帯電話とか、その当時スマホはなかったんですけれども持ち込みは禁止なんです。外部とのやっぱ起死燃料が強くて私は入ってますんで自殺願望ですね。でそういう刺激になるもの一切禁止。もちろんそういう状態ですからガラスまたハサミなどの刃物、そういうちょっとした眉を整えるようなものも一切禁止、ラジカセとかももちろん禁止。そういう中で私は昔の方やったら分かるかもしれませんが家の固定電話の留守番電話を外から公衆電話で聞けるシステムが今も現存すると思うんですがあるんですね。ありましたね。そうですそうです。でそういう携帯電話をちょっと持てない人なんかはまめにそれを聞いて、仕事なんかに役立ててた時代があって私はその公衆電話から家の留守番電話を聞くことで唯一外界とのつながりを感じてたんです。だからといってその時も吉本も辞めてましたし入ってくる電話っていうのは全くないんですけれどもそれでも毎日まめに聞いてました。私人見知りなんで入ってそんなに仲良くなっていただける方っていうのはいないんじゃないかなって思ってたんですけれども一人仮に陽子さんっていう方そういう方と親しくなったんですね。でその方はもう閉鎖病棟で女性ばっかりだったらもう何してももう服なんか構わなくてもいいと思うじゃないですか。でもその方は起きてすぐパリッと着替えられてお化粧までなさって居住まいを常に正されてる方で、私はもう一方もうダルダルの服で化粧なんか一切せず何やったら顔も洗わないそんな状態でその方は私なんかとは仲良くなってくださらないだろうと思ってたんです。でも当時タバコを吸ってまして、その喫煙所って仲良くなるちょっとした憩いの場になるじゃないですか。でそこで親しくなりました。でその喫煙所はどこの病院もそうですけど夜中の消灯って早いんですよね。で大体8時頃には消灯してしまう。でも喫煙所だけは24時間ついてる。でそんな中で眠れない人間が集まってくる。でお互いタバコを吸う。でポツポツ語り合う。で身の上話なんかをしていく中で陽子さんと親しくさせていただくことができたんです。でそんな状況で深夜になると
あまりにも暇で娯楽もなくて自然と怖い話になったんですよ。ね、それぞれがちょっとしたエンタメ的な怖い話をしてる時に陽子さんがふっと「桜子ちゃん、私ね生き量を飛ばすって言われんねん。何言ってるんですか？いやーなんかな、行ったこともない場所で行けるはずのない時間やのにあんたおったでって絶対行ってないって言うのに信じてくれへん。だから私引き量飛ばすみたいやで。なんか普通に軽く言い張るから、あ、そうですかって。その場はそうやって流したんです。でそうこうしてるうちに先に入ってた陽子さん、私より先に退院っていうふうになったんです。仲良くしてくれる人もそんないなくて、陽子さんが退院するのを喜べばいいのに寂しいっていう気持ちが先立ってて、あともう一つね、退院って言っちゃダメなんですよ。私退院するよって。っていうのも看護師さんに口止めをされるんです。全員入ってる人間は退院したい、社会復帰したいっていうそれぞれの思いがある。それを聞いてしまうと外部のことが思い出されたり焦りが出たり刺激になるから言わないでそっと退院してね。私が退院する時にそれは教えてもらったんですが、それでそんな中でも陽子さんは私にそっと言ってくれて、なんでかって言ったらね、ほらこういうところでどんだけ親しくなって親友になってもすぐに疎遠になるねん。でも桜子ちゃん、あなたとはまた会いたい。だから退院したら必ず連絡して、待ってるからねって連絡先を渡してくれた。それがすごく嬉しかったから、分かりました。退院したら必ず連絡します。早く元気になりますって同じように連絡先を渡した。で、寂しいのを押し殺しながら送り出した。それからそれなりにポツポツ仲良くしてくれる人も出てきて数週間それなりに穏やかに過ごした。そんなある夜全然眠れない。時計見たら11時50分。もうちょっと一回タバコ吸って留守番電話でも聞こうって喫煙所行ったら陽子さんいるんですよ。陽子さん、桜子ちゃん、タバコ一本くれへん？私それ見て、陽子さん具合悪なって再入院しはったんやって。その時私悪いけど嬉しいと思ってしまって、そんな自分が嫌で「マルボロライトやけどいいですか?」って一本お渡しして「ちょっと留守電聞いてきますね」って一回席を外したんです。ピー一件です。11時35分。もしもし、私陽子です。桜子ちゃん元気にしてる？私はね、外でなんとかやってるよ。桜子ちゃん退院できそうかな？早く連絡してね。待ってるからね。ピー。いたよね。パッて
振り返って喫煙所誰もいない。急いで看護師さんに聞きに行ったんです。すいません、陽子さんって再入院しましたか？って。してないよ、寝てくださいね。私病人なんやわ。私やっぱおかしいんやわ。寂しかったりもう退院したくておかしい。どうしよう。そうや、落ち着こう。タバコ吸おう。ぜって喫煙所に戻ったら、口紅のついたマルボロライトの吸い殻が1本ありました。ありがとうございました。本当に階段になった瞬間に空気がガラッと変わって聞き入ってしまいましたけども、陽子さんというのは生き量を飛ばしてしまうんだって話をされてましたよね。されてましたね。だからその時にも、自分が飛ばしているという感覚はない中、自分がずっといたその病院の方に飛ばしてしまっていたのかもしれないんですけど。かもしれない。ただ本当私の記憶ではその時見てますしなんですけど、もう真偽は定かじゃなくて。ただやっぱりすごく興味深いのが、タバコに口紅がついていたものがあったっていう。まあね、陽子さんはいつも身ぎれいにされてるという方で、やっぱりじゃあ陽子さんそこにいたのか。で生き量なのに、そういったタバコが残ってるっていうのが不思議ですよね。私その時いわゆるまたこうやって人様の前に出させていただくなんて予定なんかなかった。お医者様にも止められてましたし、もし後お前は10年後階段をするぞって分かってたらね、回収もしたんでしょうけど、そういうのってね DNA 的にどうなんでしょうね。ちなみに桜子さんはその後、退院されて、陽子さんの方に連絡はされたんですか？そうです、しました。でやっぱりねこれはお化けとか全く関係なく、やっぱり疎遠になるっていうのが理由で分かりました。退院して一回会ってるんです。でお話は楽しくさせていただいた。でもその人が好きであればあるほど自分の状態がいい時に会いたいと思う。やっぱり具合が悪かったらやっぱりちょっとした見栄とか、なんていうか迷惑かけたくないとか、愚痴が口からこぼれてしまうんじゃないかとか、その人の体調に影響を及ぼしたくないとかで、状態がこっちがいい時こっちが悪いっていうのがこうなったり、逆に陽子さんがめちゃくちゃ状態がいい時嫉妬心も出る。私病人で何も仕事もできてないとかいう本当汚い心ですけど、そこまで上がらないと会いたくないみたいな、これはもう、ね、病気じゃなくてもちょっとしたすごくわかります、気持ちがあるとは思うんですけど、嫌われたくない人にほどね、やっぱり自分の嫌な部分は見せたくないから、やっぱり自分の状態がね、こう最高のパフォーマンスができない時にはちょっとっていうね。そうなんです。それでね、だから他にも陽子さん以外にも退院した後会った人はいるんですけど、やっぱりもう今会ってないですね。でそのお会いした時に、その喫煙所で陽子さん見たんだよみたいな話は聞けない。やっぱ言えないですね。聞けない。帰ってくる答え怖いですやん。聞けないです。だからそこもすごくリアルですね。聞けないっていうね。聞けないし、そんなんそこでもしなんかね嫌われるのも嫌ですし。気持ち悪いこと言ってってね。いやなんでしょうか。そのね日に限って留守電を残した日にそういった姿を見たわけじゃないですか。本当にいろんな考えができると思うんですけど、
その留守電の声は明るかったんですよね。明るいですね。本当に頑張ってる感じ。なんか本当に羨ましい感じです。ってことはでもやっぱり桜子さんのことをすごく思った日であり、そうなんかな。でやっぱり病院の方に思いを馳せた日であったうん、と思うんですけどもね、そうそういう日に自分の生き量もそっちの病院の方に飛ばしてたのかなっていう。いやすごいなんか本当情景が浮かぶような、はい、お話で。噛んでもらいましたか。私が入院してた入休館を、はい、古いとこでした。よう覚えてますわ。